です。今日もいくで。はい。今日は以前の動画、保育士のお仕事に出演してくださったニコさんが再登場です。保育士の資格を取り、楽しくお仕事をしていたニコさんですが、急な体調不良に見舞われ、今後の進め方をご質問されました。さて、ニコさんに届けられた意外なメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞどうぞ。いつから調子悪かったんですか？去年の4月に髪の毛が全部抜けて、1年前ぐらいに徐々に抜け出して3カ所ぐらい病院行ったんだけど、調べてもらっても病気で抜けてるわけじゃないって言われて、コロナでもない、かかってもないし、私はワクチンは1回も打ってないのね。婦人科でね、更年期のなんか症状かなって思って、そしたらなんかそれのせいではないと。あとはわかんないし、でも毎日すっごい疲れてたから、もうちょっとおかしいなと思ってたんだけど、ウィッグつけて仕事してたんだけど、こんな状態で原因わかんないんだけど、休みくださいみたいな感じで、とりあえずやめたって感じで、それをきっかけに、私もともとアレルギーで、アトピーが小学校の頃からずっとひどかったんだけど、アレルギーのなんかその話を聞きに行ったところで、栄養不足じゃないかって言われて、友達が他の人と話したら同じ子がいて、でその子も原因不明でどうやって治したかっていうと、よく食べて栄養取ったら治ったって聞いたから、これはもしかして本当かなと思って、ちょっと補助食品取りながら、食べてこうっていう風に決めた時に、栄養とか食べ物の勉強会に出た時に、やっぱり薬は良くないと、でずっと塗り続けてたからね。でそこでアトピーひどかった人が脱ステロイドをした人がいて、綺麗になってるから、じゃあ仕事も辞めたし、ちょっとやってみようかなみたいな気楽な気持ちでやったけど、壮絶でそれが。本当に？今やっと落ち着いてこうやって座って喋れてるけど、もうこの1年8月から始めて、今年の9月ぐらいにようやくちょっと楽になったぐらいで、もう毎晩泣いてるぐらい偉かって、まず痛くて動けない。肌がね、もう突っ張っちゃうし、動くたんびに皮が抜けて、田んぼでなんか地割れってあるじゃないですか。天候が続いて、こんな感じの肌だから、朝起きたらそのままお風呂に入らないと動けない。水分入れないと？そう。夜寝れないからね、もう新聞屋さんが来るぐらいに寝て、ずっと寝不足で毎日。仕事してないからね、昼間寝ればいいよって言うけど、じっとしてられないんでしょ、かゆくて。でも自分でやるって決めたし、途中で何回もやめようと思ったんだけど。脱ステロイド？そう。多分周りが一番どうしようも、できないし、大変だったと思うんですよね。だから保育士が1年ちょっとしかやってないんだけど、体力的にも偉かったね。食振り返ると、お腹膨れるけど栄養のあるもの食べてなかったなと思って、それがいい機会にはなったとは、食生活を見直すね。そんな状態なのにご飯は作れたんですか？だから最初はもう実家に何もできなくなっちゃったから、痛くてずっとこううずくまってる。寝転がってるのも痛かったから、脱ステした人は結構みんな実家に帰る。家族のことどころか自分のご飯ができないと栄養取れないから、ある程度動けるようになったらご飯ぐらいはね、ゆっくりやればいいしみたいな感じでやれるようにはなったんですけど。しんどい中からも栄養の勉強の教室かなんかに行ってたんですか？そう。出かけないと人と会わないのもね、毎日行っちゃうし、今こんな状態って見せて、ステした人とかのね、話もいろいろ見てもらったりとか聞いてたから。大変じゃないですか。よく耐えましたね、1年も。本当にね、おかしくなりそうだったよね。今こう動けるようになって、すぐこう動けるって、なんかすごい素晴らしいとか思って、もう感動でしょうがないね。先月にやっと楽になったな、みたいな。そう。最近じゃないですか。そうなんですよ。でも週末はちょっとバイトしてるんですよ。そうなん？着替えた時も、ちょっと良くなってきた時に、体を動かすとかゆくないから、体を動かすバイトは週末に2、3日ぐらいしてて、空気のいい山の方のレストランでウェイトレスみたいな。できるんですか？すごい疲れて帰ってきて、かゆいってやってたんで。次は保育士じゃなくて、栄養のことを何かするような人になりたいんですか？いや、もうそれもあんまりよく分かってないんだけど、周りの人のすごく協力もあったから、感謝とかをどうやってやっていこうっていうのがすごく思うんですよ。今だからね。だから何かをやりたいっ
いう気持ちはすごくあって、あんまり人のためにやりたいと思わない人だったから、自分が楽しく生きたいとか、自分軸だったからね。素敵。でも、じゃあ自分を楽しくして、じゃあそれが人のためにっていうとこまでいかなくて、ただ自分が楽しきゃいいみたいな、それをね、ちょっとウェイトをじゃあ完成して何か役に立てればいいなっていうふうには思うようにはなってきたんです。だけどなんか何に関してもいろいろ手出すんだけど、ある程度いくともういいですみたいな。で、私は一本のどっちかっていうと専門的なものが欲しいんですよ、自分がないから。でもそれはいつまで経ってもできなくて、すぐ次ってなっちゃうから。でもまあ多分そういう生き方なんだろうなって最近はちょっとまあいっかこれでっていうのもちょっとあるよね。スペシャリストになりたかったんですよね。そう、スペシャリストになりたかった。言語化すると質問は何ですか？どう進んでいったらいいか。なるほどね。どう進んでいったらいいかですね。よろしくお願いします。お願いします。はい。なんかね、船に乗ってます。私はその船を横から見てるんですけど、ニコさんが船を漕いでます。一つのオールを持ってて、なんかすっごい急いでて、嵐みたいです。まあ、左に進んでるんですけど、めっちゃわーって波が来るんです。でそれでもわーってなって、転覆するんですけど、もう一回船を元に戻して、もう一回乗って、もう一回漕ごうとして、また波が来て、転覆するみたいな。それを泣きながらやってます。負けるかみたいな感じ。転覆するには十分な波が前から来るみたいな感じで、まだ転覆して、でもね、転覆したのに、その船を自分の力で戻すっていうのをやってはるから、ニコさんの力としてはすごいと思う。そんなことできる人って普通おれへんと思うし、足つかへんのに。でそれをもう一回戻して、負けるかって感じでまた乗って、また漕ごうとするんですけど、一つ漕ぐ前にまた波来るみたいな。だから、普通やったら、この一回の漕ぐっていうのもできへんような波が来るんやったら、ちょっと違うやり方多分しなあかんねんやと思うんですけど、でもなんか自分は前に進めると思ってるみたい。自分が進む方向は波の方向やし、これを超えてこそ自分の力になるし、自分の超えれる波しか出へんと思ってるから、だからもう絶対この自分のことを転覆させるこの波の向こうに行きたいんです。どうしても。それが自分の行く道、光の道やと思ってるみたい。で、自分がすごい強靭な精神を持っていれば、例えば波の真ん中に光の道が急にできて、その中をスッて通っていけるとか、なんかまあちょっと超人みたいな感じですかね。そうやってできるのは超人みたいな感じ。で、それを目指してるみたいです。それができると思ってるし、それをするべきやと思ってるし、それをみんなやってるとも思ってるし、それをするっていうのをもう信じて疑ってない感じ。でもそれやのに何回も何回も転覆するからすごい辛い今。できへんから。それは多分脱ステロイドの苦しさに似てるかな、ここが。そうやって頑張ってやってたんですけど、でも結局一漕ぎもできなくて島に打ち上げられました。今、ニコさんが波打ち際に下向いて倒れてて、横にオールがあって、で、その横に船がこう反対になって落ちてるんですけど、泣いてるっていうか、なんていうかな。泣いてない。泣いてないの。無ですね。感情が無。泣くのも通り越して無。もう、泣くのも頑張るのも全部通り越して無なんですよ、今。やれることも全部やって、やれる感情も全部味わって、それでも、こう波打ち際に押されて、ここに倒れるしかない無。でも、なんか感情が無なんですけど、涙は出るみたいな感じかな。無力って感じですかね。自分が無力に感じる。もうどうしようもない。勝てないって感じかな。っていう感じで、ゴローンって寝てます。それで、このまた貝みたいにくるーって丸まって、お腹を真ん中にして、膝抱えるみたいな感じですね。横になって泣いてます。今までできてたのに、いろんなことが。結構、こう、ポン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 、いろんなことを変えれてたっていうのは、できちゃうからじゃないですか。でも今回できなかったわけですよ。今までいろんなことがポン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 できてたのに、できてた私がめっちゃ頑張ったわけやから、できるはずなんですよ。でそれやのにできへんかったっていう無力感が悔しいみたい。肌も痛いみたい。それが今私の見てる分では、このかゆみとかそういうこともあるんですけど、
そういうことじゃなくて、できる人生やったのにできひんことがあるっていうのを思い知らされた。この状況がすごいしんどい。乗り越えられない何かがある自分にっていうね。そんなはずはないのにって。で、ちょっと早いですけど、神様みたいな声、上から神様みたいな光がわーってきたみたい。太陽じゃない、これは神様の光みたいなのが来て、これがあなたにとって必要な経験だったって。できないことがあるっていうこと。できない悔しさがあるとか、何でもできるわけじゃないとか、自分のできなささと共存していく。できない自分も認めるとか、できることもある。できないこともある。それを全部ひっくるめて自分だっていうことを理解するっていうことを知ることがあなたにとったらすごく重要だったんだって。何でもできてしまうから、もちろんできる過程でね、すごい苦しいこともきっと乗り越えてきたと思うんですよ。何でもそうできちゃうって言うけど、でもすんなりできるわけじゃなくって、中に大変なこと、自分が納得できへんこととかね、これってどうなんやろうっていう疑問があるって。でもそれも楽しみに変えながら一つ一つやってきたっていう意味のできるっていうことなの。ニコさんのできるっていうのは何でも簡単にできちゃうよ、楽にとかじゃなくって、やってる中で難しさももちろんあるけども、それをちゃんと自分なりに考えて消化して自分なりの答えを見つけて、で結果できるみたいな感じのことができるっていう意味なんですけど、そういう感じでできてたよねって。それは本当に素晴らしいと思う。それはニコさんの力やし、本当にそこってやっぱりニコさんの素晴らしさなんですよ。一番最初のチャネリングで崖を難なく乗り越えてきたっていうところはそこだと思うんですけど、でも今回なんでこの波打ち際にこの無表情で倒れてしまうぐらいのこの苦しさっていうのを味わわないといけなかったかっていうのは、やっぱりこの世界って両方いるから、喜びも楽しさもあれば苦しさと悲しみもいるっていう、この両方いる世界だから、両方してこそやっとわかるっていうことだから、今回すごいしんどかった。体もしんどい。でも何よりも自分が何かこんだけ頑張ってんのにそれに打ち勝てない、この苦しさっていうのを知る体験の一つだったんだって。すごい苦しかった。だってそれって自分でもコントロールで効かないから。どんだけ頑張ったってすぐに結果に現れるわけでもないし、気持ちが落ち込めばそこからまた悪くなっちゃったりするから、食べ物はもちろんちゃんと頑張っていいもの食べるけども、それでもこの中でも前向きにやっていく、その心の持ちようとかねっていうところも大事やったし、だから両方の場面を見る必要があったんだって。この無表情で倒れてしまうぐらいのこのしんどさっていうのは誰もが体験できるわけじゃないって。みんなにあるわけじゃない。これを経験しない人だっている。経験しなくてもうちょっと軽い、例えば人間関係の悩みだったり、それを乗り越えていく。例えば言ったらさっきの波で言うと、ニコさんからしたら小波、さざ波みたいなのを、その人にとったらすごく大きな波。みんながすごい船乗りみたいにめっちゃさばいて前進めるわけでもないし、ちっちゃい船乗ってるかもしれへんし、だからその人にとったら大きな波。でもその人にとったらすごく大変なわけ。その波を乗り越えるっていうのが。だからこの大きなここまでしんどいことをみんなが人生の中であるわけじゃない。でもこんだけ大変なことを自分の人生にあったってことは、それはニコさんはそれを乗り越えられる力があるから起こってるんやって。でも今見たビジョンでは乗り越えられなかったよねって。自分のイメージでは、例えばすごい頑張って波を越えで、さっき言ったみたいに急に道ができて、そこを通り抜けてやった、今回もできたよねっていうのが自分のイメージだったけども、今見てって表情でもうただただ倒れるしかない、感情がないぐらいに倒れてしまうような経験をしてしまうっていう状況になったよねって。それはあなたに必要だったんだよって。その波を越えるだけが経験じゃないって。このことと付き合っていくとか受け入れるっていうのも一つの経験なんやって。何でもかんでも波を乗り越えてて、その向こうに行きましたっていうやり方を今までやってきたけども、そうじゃなくって自分のできなささ、どんだけ頑張っても乗り越えることができないことが世の中にはあるんだっていうこと。でもその乗り越えられない自分も許すっていうこと。
何でもやってきたけど、できない時もあるよねって、頑張れない時もあるよねって、ただ寝てる時だってあるよねって、何にも生み出してないこの無の時間、誰とも連絡取ってない、働いてもない、家事もしてない、ただ寝てるだけみたいなこの無の時間、人に世話になるとかね、そういう自分を許すっていうのがあって、波を乗り越えることなんだよって、そういう波の乗り越え方もあるんじゃないのって。例えば人から見て、ちょっと言い方語弊があるかもしれないですけど、輝いてる人生とかじゃないじゃないですか。苦しい人生じゃないですか、今のここに見てるところっていうのはね。例えば保育士免許取ったからすごいバリバリ働いて、すごい楽しいです、私これ一本でやっていきますとか、そういった分かりやすい成功した人生、自分の理想とする人生、自分に何か打ち込めるものが一つあって、それをやってって、自分も楽しい、それを喜んでくれる人もハッピーになって、ウィンウィンの関係で、それすごい毎日が楽しいんですっていう、すごく分かりやすい成功を目指してたんかもしれへんけども、それを考えたら今真逆なんですよ。誰の役にも立ててないし、周りの人に手もかけてる。ほんで今自分がこの無になるぐらい感情がもうなくなっちゃうぐらい頑張ってたとしても、でも何にも生み出してないように見えるこの状況っていうのは、でもこれこそが大事なんやって。例えばさっき言ったように、自分がやりたいことを見つけて、それですごい輝かしい人生を送ってる人生ってすごい簡単なんやって。だって楽しいんやもん。楽しいし、周りから見たら成功って目に見えるから。この人輝いてんな、みんなに喜んでもらえてんな、それで大金持ちじゃなくてもそれでお金もちゃんと入ってきてんな、あの人ってすごい輝いてるよねって。その中でやっていくのって言ったら波ないんですよ、あんまり。さっきの荒波で言ったら、ちょっとしたさざ波はあるかもしれへんけども、そのさざ波ですごくパワーのあるニコさんが海を越えてったとしても、それが何になるのって。楽しいかもしれへんけど、でもさっき言ったみたいに波の越え方っていうのはいろいろあるんやって。そういった分かりやすい波の越え方、みんなにも羨ましがられる、周りから見て成功してるみたいなやり方ってあるけども、今必要なのはこっちなんやって。今見たらもう苦しいしかない。周りから見たらすごく、言ったら悪いけどかわいそうみたいな感じ。かわいそうなんてもう絶対思われたくない。そうやって人になんか情けされるのってめっちゃ嫌やから。だから私かわいそうじゃないんですって。だからもう私がどんだけしんどくてもかわいそうって言わないでって。私かわいそうじゃないんやし、絶対乗り越えられるし、この状況はしんどいけど絶対にプラスに変えてみせるし、今のこの途中の経過の私を見てかわいそうって言わないでって。どんだけ肌が痒くても、どんだけその見た目が辛そうに見えても、私はかわいそうじゃないんだからって。でもそう言いながらも無表情で倒れるみたいな。だからこう気持ちと現状が合ってないみたいな感じかな。でもこれこそがあなたが乗り越えないといけない波なんだって。何にもできない、人の役にも立ってないようにも見えるし、ただただ自分が耐えてるだけ、辛いのに辛くないんだって言ってみたり、なんとかしようって頑張ってみたり、本当はね、保育士の資格取ったりして輝いた世界にいる、何かこう働くのが好きなのかな、何かしておきたいね、何かをしてそれに反応されるみたいなのを続けたいみたいな感じかな。何かしときたい。でもその反応もいるね。ちゃんと動いて、それによって何かの反応が絶対あるみたいな、それがすごいめっちゃ称賛されるとかじゃなくてね、それを反応してくれる何かがいるっていうね、っていうのがいるのと、人の世界に関わっていきたいみたいな感じがあるみたいだから、それをちょこちょこやって私って生きてるみたいな感覚になる。それが生きてるって意味かな。それがないと落ち着かへんっていうか、今のこの寝ないといけない、何にもできない、この座りもできないみたいな、この関わってないっていうのがしんどいみたい。外界と関わってないっていうのはその反応ももらわれへんし、それがしんどいみたい。
だから自分の思ってるやり方、今までやってきた外界と関わって反応をもらうっていうの、もしくは何か一つのことをこうやって楽しいってなってそれが人のためになるっていう理想とすごくかけ離れてる今の現状。でもかわいそうって言われるのは嫌っていう状況。でもね、神様言うにはかわいそうじゃないんだよって。それは弱さって絶対にあるから、どんな人にも弱さってあるんやって。人はあなたのことをかわいそうって言ってるんじゃないって。あなたの辛い思いにただ寄り添ってるだけなんやって。だからあなたを下に見てるわけじゃない。あなたが何にもできないと思ってるわけでもない。ただ人って絶対に辛い時期ってあるし、何か乗り越えられない心が弱る時期とかってあるから、みんなそれがあるってちゃんと分かってるから、あなたのその今の辛い状況に寄り添おうとしてるだけなんだよって。でそれやのにかわいそうって思われるっていうか、なんかできない人って思われるっていうのが嫌みたい。できんのに私みたいなそこの差がちょっとあるみたい。だからそれをちゃんと受け入れなさいって。人の思い、もしあなたの前に同じような人がいたら、かわいそうって下に見るんじゃないでしょうって。ただ今この時期はこの人は辛いからそれは辛いよねって思えるじゃないって。それを他の人はあなたにしてくれてるだけだから、それは素直に受け入れたらいいんだよって。それも強さだよって。自分ができないで自分を否定してるからそういう風に捉えちゃう。かわいそう、下に見られてる、何にもできてないっていう風に思ってんのは自分やから。人がそうやって思ってるわけじゃないから。だから自分が自分に対してどう思ってるかっていうのを今認識しなさいって。この何にもできてない状況、人とも関わってない、ただただ自分の痛みに耐えるだけ、この今砂浜の波打ち際にただ寝て、もう感情がない表情で涙流してるか、もしくはこう膝を抱えて泣いてるかみたいな状況、こんな自分も許しなさいって。人って何にもしなくてもやっぱり価値があるもんやから、そういう風に思えることこそ強さなんやって。何かをしてる時に輝いて自分って価値があるんやなって思うなんて当たり前やって。だってそうやってるんやから。自分もそう思ってる。周りから見てもそう思えてる。だからその時に自分が価値があるっていうのを思えるのは当たり前やって。でもこの状況で自分はいてもいいんやな、これでも自分って頑張ってるよなって、何にもできへんくてもこんだけ耐えてるだけで自分ってすごいやんって、そうやって思えることこそが本当の強さなんやって。それは自分が欲しかった強さじゃないのって。どんな波でも越えてやっていける強さ、もうそれは十分やってきたやんかって。だからこそどんな波が来ても頑張って船に乗ってもう一回漕ぐ、それを何回もやって諦めへんかった。それは今まで頑張ってきたから、頑張ってきてどんな波でも乗り越えられるっていう信念もあったし強さもあったから。でも今こういう状況になってるっていうことはまた違う強さがあるっていうことを自分が認識する時期なんやって。これは今までのどんな強さよりもすごいことなんやって。何にもできへんくても自分には価値がある。こんなに人に手間をかける、負担をかけてても自分っていていいんやなって。人のためになってるっていう生活からはすごい程遠い生活やのに、自分の理想とだいぶ違うのに、それでも私ってこれでいいんやなって。この生活をやることこそ辛いじゃないですか。社会とつながるちょこちょこってやってたやつと、自分がプロフェッショナルになって何かをやって輝く人生をするっていうのと全部比べてみたら、どれが一番辛いかって言ったら今ですよ。この自分が思った理想してる生活ではない、やり方ではない。でもそれでもこのすごい辛いところをやり抜いてきた、この打ち勝てない自分を許す、打ち勝てない自分でも受け入れる、こんな自分でもちゃんと価値があるって思える、これこそがすごく難しい学びなんやって。これが今までどんなことをやってきた学びより一番大きいよって。これこそ最後の試練なんやって。そこまであなたは来たんだよって。スピリチュアルの知識が必要なんじゃない？スピリチュアルの講座を受けるっていうのももちろんいいかもしれへんけど、別にそれってすごく大したことじゃないんです。だってこの人生、このいろんなことが起こる人生をやるっていうことこそがスピリチュアルやから。
それをあなたはしっかりやってきたんやって。ただこの痛みとかかゆみとかに耐えてきたように思えたかもしれないって。この一日一日やってきたことこそがスピリチュアルな生き方で、やっと今あなたはここまで来たんですよって。何にもできない状況、何の役にも立ってないように思えるこの状況、それでもあなたはいていいんだよって。あなたがいることの凄さ、こんな状況でも耐えていることの凄さ、それは分かる人には分かるんやって。それを自分が分かるかどうかの違い、人じゃない、人に思ってもらうんじゃない、自分がこの凄さを気づきなさいって。人から見たらこの生き抜いてきたことこそがすごく励みになることだってあるわけ。アトピーで同じように苦しんでる人が先が見えない、いつ治るか分かれへん、もしかしたら一生続くかもしれへん、そんな思いが出てくるような人に、私もそうやったよって、大変やんね、すごい分かるって。先が見えてたらまだできるかもしれへんけど、その先が見えない中、出口が見えないトンネルで手探りでこうちょっとずつ進むようなこの状況、それをやってるだけでもすごいことやって分かってるよって言えるだけでもすごいことやから。それは経験した人にしか分からない。経験してない人がそうやって言ったって、その人には何の慰めにもなれへんから。余計に腹立つし、そんな言われたら知らんくせにってなるから。でもこの同じような状況の人にそうやって言ってあげるっていうのはすごい強さなんやって。だから何にもしてないわけじゃない、乗り越えてきたんやって。今までやってきたどんな波よりも大きかったよって。それをちゃんと自分で認識しなさいって。何にもやってないわけじゃない、何にも生み出してないわけじゃない、人の役に立てないわけでもない。まず自分が自分でここにいていいんだっていう風に思えること、存在するだけでいいんだって思えること、その課題があなたの目の前にあるんですよって。で今ニコさんが波打ち際で膝抱えて泣いてたんですけど、それでも私は人の役に立ちたいって、何かをしたいって、何かをしてやってる実感、人の役に立ってる実感、それなんだっていいんだって。大きくなくてもいい、今までのように何かこう人と関わってちょっとでもいいから何かこう社会に貢献できる実感が欲しいって。それをやってきたんやし、私はちょっと関わってちょっとこう反応をもらう。でそれをもっと大きなものにしたかったんです。ニコさんはスペシャリストになってもっと大きな喜びにしたかったんです。そういう実感が欲しい。それこそ私って生きてるっていう感じがするし、逆にそれがない今はすごいちっぽけな存在燃えちゃう自分のことが。だからそれがしたかったのにって泣いてます。じゃあ神様がニコさんの背中さすってます。そうやねって、やりたかったよねって、それが自分の生き方やったもんねって。そうやってやってきたしね、駆け上っていろんなこと乗り越えてやってきたっていう実感がある人生やったから、大なり小なりねやりたかったよね。だから今のこの天気っていうのはその生き方を変える大きな天気でもある。だからしんどいんやって。そのアトピーどうこうとかの問題ではなくて、もちろんそのアトピーはしんどかったと思うんです。痛かったし、ね、もう身体的にしんどいなんてもうすごい辛いじゃないですか。寝れないとかね。でもここ今なんでしんどいかっていうと、その根本の自分の考え方を変えないといけないポイントやからしんどい。何かをしてやった実感を得るという人生だから動いてたんですよ。実感が欲しいからちょ動いて人と関わって、今日もやったね私みたいな感じですっきりして寝るみたいな、それが自分の生きる感覚やったから、それをやりたかったから。でもそれをしなくていいとか言われてもそれは無理みたいな。だって何にもしてないのに自分がここにいていいとか役になってるとか意味わからんし、それをいいって言われても、さっきねステロイドを抜こうとしてるからしんどかったっておっしゃってたんですけど、今はなんかそれと似てて、動いて何かを反応もらう中毒から抜けるみたいな感じわかります？それをずっとやってたから、今更それやめろとか言われてもそれ無理ですみたいなっていう感じかな。でもそういう時期に来てるからねってでもそれは自由やって、
また同じように今度ねそのアトピーがこう収まって体調が良くなってね、また動けるようになってまた何かして自分がスペシャリストになりたい、もっと素晴らしいもっと貢献できる、もっと輝ける何かを見つけてもっと人の役に立つんだっていうのを追い求める。でもこれも違うなあれも違うなっていう風にこういろんなことをやってはやめやってはやめっていうのを続けるっていうのももちろん一つの人生やから、それはもう決定権は神様にないですから、どう生きようとニコさんの自由ですから、別にそうやってやってもいいよって、そうやってこう中毒者みたいに今言ったらちょっと言葉悪いんですけど、ちょっと中毒者の人みたいにこのそれをやり続ける、何かやってリスポンスもらってってそのやりがいをね大なり小なり見つけてスッキリして寝るみたいな、そういう生活をずっと中毒者みたいに続けたんやったらそれも全然いいよ、だって楽しいしねって、そうやってやりたいんやったらもちろんいいよって、でもあなたはもう一個上に行く段階に来てるんやって、だって今までの生活めっちゃそれで充実感あったかって言ったら違うからずっと続けてたんでしょって、もっと何かあるんじゃないかって、もっとこうスペシャリストになってもっと人の役に立つっていう、もっと上を目指してやってたんじゃないって、ただその目指す先がちょっと自分と思ってた真逆やっただけのこと、それはすごく受け入れがたいんです、ニコさんからしたら逆やから。でもそれこそ難しいし、それこそ乗り越えないといけないっていうかね、段階な気づきの段階、自分が思ってたやり方じゃないけど、だってこれってすごい難しいですから、いるだけで自分っていいんだなって思うってすごい難しいことやから、こんな思えてる人ってなかなかいないですよ。やっぱり働いてやりがいをもらう、お給料対価もらって、あ、自分ってすごいなとか、昇進してやっぱり俺ってすごいやんとかね、あるじゃないですか。まあ保育士さんになって自分がやったことで子供がニコってしてくれたら、あ、よかったとかなったり、そうやって何かしらその目に見やすいとか見えにくいのもあるけども、対価もらって、あ、自分ってここにいていいんだなって思うのがまあ普通やと思うんですよ。でもそれを学ぶ段階に来たんだっていうこと、それこそあなたにとって難しいんじゃないって、今まで難なく崖を登ってきたけども、これこそ大きな学びじゃない？ニコさんにこそ難しいと思う。なんか中毒者みたいになってるから。でもあなただからこそこの学びが来たんだって。それこそあなたが超えないといけない波なんだって。できない自分を受け入れる。何にもできない自分も自分に価値があるって思う。人の役に立たなくてもいいし、まあ究極外界と接してなくてもまあいいんですよ。そういう何かしらの成果がなくてもいけるみたいな。でも難しいですよね、これはね。難しいね。やってみなさいって、もうその片足入ってるよって。入ってるんだ。もうなんか無理やりっていうか、その人に必要なことって絶対起こるから、自分がどう思ってようとその人に必要な学びっていうのはもう自然と起こるようになってるから、このアトピーで何にもできないこの時期もそうなんですよ。だって自分の思ってた流れと違うじゃないですか。なんとかしがみつこうとしてたけどね、だって流れはもう休むってきてんのに、週末だけでも働くとか、人とは会うとか外界と絶対つながるみたいなのはもうやめられへんみたいな。それこそだって生きてる生涯やからね、生きてる実感やから、ニコさんからしたらね、いきなりその全部立てとは言えへんけども、そういう頑張り方があるっていうことをちゃんと知る機会やったって。乗り越えていくのは自分のペースでやればいいけども、そういう強さもある。それこそが強さ。何かに人に会ってて自分ってすごいと思えるなんてものは当たり前やから。そうやってやってる人って人にもそうやって求めるから。ああ、確かにね。あなたそこでいるだけでいいんだよって言えない、自分に言えない人は人にも言えないですから。そういう役に立つやり方だってあるわけ。自分が何にもできなくても、あ、自分ってこれ乗り越えただけでももちろんすごいことやし、全然人の役に立ってるのもないかもしれへんけど、私が1日例えば、10分だけでもいい、今日一日終わった私頑張ったなって自分を褒めたたえる時間を持てただけでもすごいこと。分かりにくいかもしれへん。人から見たらそれがすごいねって言ってもらわれへんかもしれへん。かわいそうねっていうかわいそうな対象に見られてしまうかもしれへんけど、それこそが強さなんやって。
称賛してもらわれへんかもしれへんけど、その凄さを自分で分かれる時じゃないのって。もしあなたが本当に自分が思うように強いんだったら、これだって難なくできるはずやから。でもこれが辛いと思うんやったら、それがあなたの課題なんやって。もしこれができたら、それってすごいこと。こうやって何もできない人っていっぱいいるから、世の中に。例えば不登校の子、例えば障害の子、一人できない人ね。当たり前のことができない人。例えば視野が迫った、自分では何も生み出せない、ただ自分の苦痛に耐えてるような人。そういう人たちに、あなたがいるだけですごい私は嬉しいって。あなたは何も生み出しないって思うかもしれないけど、あなたがいるだけで、あなたが頑張ってる姿を見るだけで私はすごい勇気をもらえるんやって。あなたが今何もやってない、生み出してないように思えるかもしれないけど、そんなことないよって。この一日生きることがどんだけ大変なことか。それってすごいことやんって。バリバリ働いて、いろんな人から称賛を受けてやる人生よりも、この一日すごく頑張って生きることこそが、すごくしんどいことやのに、それをやってるあなたってすごいじゃないって。それを心から言ってあげれる。いろんな苦しみあるじゃないですか。なんで自分にこんなこと起こってしまったんやろうとか。なんで私なんとか。なんでこんな苦しいのとか。苦しくない人なんか世の中にいっぱいいるのに。なんで私だけこんなことが起こってしまってるんやろう。苦しい時人の役に立てないですから。人の役に立って自分を持たせてた人なんてなおさらですよね。ニコさんのようにね。それができなくなった中でね、ニコさんは負けん気強いから、かわいそうって言わんといてみたいな感じで頑張って言えてたけど、でもそれがもう辛くて立ってしまう人がっているわけじゃないですか、自分の命をね。で、そうなってしまったら辛いじゃないですか。価値がないなんてもちろんないのに、この一日一日を過ごしただけですごいことなの。それを生き証人みたいな感じで、このままでいいんだって、この一日過ごしてることこそがすごいことなんだって。どんな自分でもいていいんやって。役に立たなくても、泣いてしまう夜でも、自分が全然価値ないと思ってても、すごく人に迷惑かけて自分なんていない方がマシなんじゃないって思う時でも、あなたっていていいんだよって、いてくれてありがとうねっていうことを言ってあげれるって、それこそが強さやって。それをちゃんと人に心から言ってあげようって思ったら、自分自身にそうやって思わないといけないんやって。それを自分にも思ってないのに、例えばこの一日やってることがすごいことだよって言ったって、それは自分がやられて一番嫌なこと、かわいそうって思ってるっていうやり方でやってしまうことになる。本当に自分が心からそれがすごいんだって自分に許可してあげること、自分を認めてあげれること、これこそが同じような立場の人にあなたってすごいですよって言えること、そういう強さもあるんやって。こんな思い人ほぼいないと思う、多分。大半の人がそれを思えてない。そんな強さあるとも思ってない。この強さがある凄さを分かる人っていうのはみんなじゃないから。分かる人にしか分かれへんからね。だから今あなたはすごい自由な学びをしてるんやって。で、今はこの砂浜で感情なく涙流しながら泣いてる状態。これでもすごいことだよって。自分って何なんやろうって。何もできてないやんって。自分が思ってた理想とだいぶ違う。頑張って同じような生活をなんとか残そうとしがみついてたけど、それもやっぱしんどいし、出してなんなんやろうって、どうしたらいいんやろうって、どうやって進むのが正解なんやろうって、もう全く分かれへん。体は良くなってきたかもしれへんけど、結局はトンネルは抜けれてないんですよ。どうしていいのか分かれへん。どうやって生きていくっていうのが自分の正解なんか分かれへん。でも今の状況が正解なんやって。今残ってることこそすごくあなたにとって大きな波なんやって。すごく大きな学びをしてるよって。これが最終問題ですって言ってます。最終問題。最終課題かな、そんなのかな。最終課題って言ってます。最終試験みたいな感じ、最後のクッパみたいな感じラスボスみたいなラスボス的な感じですねだからそれってすごいこと。それは今まで頑張ってきたからこそこのラストシーンがあるわけですから。だから自分を許してあげなさいって。何にもできない自分を許してあげなさいって。元の生活にしがみついてしまう自分も許してあげなさいって。
で、こんな状況でもなおまだプロフェッショナルになってもっと輝く人生を目指してしまう自分も許しなさいって、どんな自分も許してあげなさいって。それはちゃんと人のためになろうとしたんやから、人の笑顔を一つでも作りたいって思ったんやから、そうやって自分も輝きたいって、そういう未来を思ったんやから、どんな自分も許してあげなさいって、どんな自分も悪くなかったよって、ちゃんと人のため、自分のためって目指したんやから。だからどんな道もあなたにとって間違いではなかったよって、それを頑張って目指したからこそ今この課題に出会えたんやって、その自分の凄さを認めなさい。何にもできない自分を褒めてあげなさいって、それを耐えている自分を褒めてあげなさいって、ここまで来た自分を褒めてあげなさい。それはすごいことなんやって。ただ耐えてきただけじゃない。耐えてきたからこそこの景色が見えたんやって。このしんどさを誰でも受けれるわけじゃない。その人が乗り越えられる試練しか与えられないから。だからあなたは試練に負けたわけじゃない。新たな試練に出会えたし、それを今乗り越えようとしてるし、その乗り越えられるかもしれないっていうところまで来たから、このメッセージをもらえる機会を与えられたんやって。難しいかもしれないけど、一歩前に来なさいって。それがあなたが乗り越えたかった波なんですよって。あなたに与えられた今この時間は神様からのプレゼントなんだよって。自分の人生を見つめ直す。自分がどうしたかったか、自分はどのように生きてきたか、そしてこれからどうしたいか。自分の思い描いてたこの王道の道じゃないかもしれへんけど、スピリチュアル的に言ったらこっちが王道なんです。何もできない中、自分の価値を認めるっていうのが王道なんです。だから道的にはちゃんと乗ってるんです、ニコさんは。ラスボスまで来たし。でも自分が、例えばマリオで言うと1面2面とかね、そういったところでずっと遊んできたんやったら別にそれでもいいよってこと。思ってたラスボスと違うとか本やったら別にその手前のところをずっとやってて、その今世終わってもそれはそれでいいよねって、そういう生き方もあるよねって。別にそれだってね、別に人を傷つけようと思ってやってるわけでもないし、ちゃんと人のためにって思ってそのリスポンスもらってっていうやり方をやって楽しいのはそれはもちろんわかるから、それやってももちろんいいよって。でも見てって、今回ステロイドを抜こうと思ったじゃないって、それと全く一緒なんやって。自分の生き方、ちょっと言い方悪いかもしれんけど、自分の依存傾向になった生き方を脱すると決めないとやっぱりやりきれへんから、やった方がいいよ、じゃあやろっかなみたいなじゃなくて、これやりたいわって自分が思わないとできひん道じゃないですか、依存からこう抜けるっていうのは。だからそれと全く同じやからねって、自分がどっちに行きたいか。だからあなたの好きに生きなさいって。私はあなたのことを信頼してるから、今までの頑張りもずっと見てきたから、この1年間ね、船が倒れてももう一回乗って漕ごうとする、このあなたの頑張りを見てきたからねって。だからどっちの道に行ったとしてもあなたなりに頑張っていけると思うよって。それをすごく信頼してるって。だからあなたの好きなように生きなさいって。自分が思うように船を漕いでいきなさいって。あなたが思う、あなたが欲しい強さの方に行きなさいって。ちょっと表面上はちょっと思ってたのと違いますけど、深層心理ではって意味ですね。生き方を変える、その分岐点なんやと思います。でもきっとできるんですよ。中毒から抜けるっていうのはすごい大変やけど、ステロイドはできたわけですから。何もしないってなんか一番きつい。なんかしてた。そうやんねなんかやって価値があると思ってるから、何かこうしなきゃっていうのはいつもあって、だからそう具体的に何もせずにどうやって中毒の抜け方が分かれへんねんね。そう。どうしましょうか、聞いてみましょうか。具体的にどういう風に日頃過ごしたらいいですか。自分の心が喜ぶことを探しなさいって。だから自分のやりたいことをやるのを優先させるってこと。だからまずそれが何ですかってことですよね。何が困ってるかっていうと、自分がやりたいことがわからない、そこなんやと思う。でもそれってもう練習やから。脱ステロイドと一緒で、ステロイドを使うっていうのに頼ってきたわけやから、ない時点で自分が何をしたいかっていうのをこう練習していかなしゃあないから。
例えばもう何だっていいんですよ。今何食べたいかな、お茶飲みたいなとか、この服着たいなとか、全部こう選択するじゃないですか。朝から今起きたいなとかね、あと1時間寝てたいなとか、昨日この服着てたけど今日はこの気分じゃないからこっちの気分に行きますわみたいな、その一個一個選択するじゃないですか。それから始めたらいいと思います。その時にやりたいって思ったことをやる。それをやり続けてると、今までやってた生活との違いが分かってくるって。新しいやつ見てるのは自分がやりたいからやる。今までやってたのは基本的に社会とつながりたいからやるんです。なんか本当にやりたいことでもなかったんですよ。だからこうやりたいからやる。まあ練習ですよね、これは。でそうやってくるとだんだん自分がやってた元のやつと新しくやろうとしてる感覚が違うんやなっていうことに分かってくる。でやっと初めて依存してたんやなって。依存ね。ステロイドと一緒。脱ステロイドやったみたいに脱今までの生き方をして新しい生き方を、最初しんどいかもしれへんけどとりあえずやってみるんです。自分でやりたいって思うってこのことやねんなとか、自分の心に従う。で、今本読みたいなって思ったから読むとかね。そうなると、なんか自分が本当に経験しなあかん、自分に役立つもの、不思議と選んでたりする。そんな感じで、今ちょっとツイッター見たいなと思ったから開けた。ほんなら、例えば、こんな小説ありますよ、こんな本ありますよって流れてきた。なんかちょっと気になるな。読んでみようかな。で、読んでみたら自分のトラウマがまさにここに書かれてあって、私まだこのトラウマあったんやな。と思って手放すとか、そういうのができたりするんで、そうすると自分の目指す、心地いい世界にちゃんと行ける。だから生き方の脱何かっていう時は体も脱何かになるらしい。心と体でつながってるから。ステロイドと中毒と思えば一緒だったら抜けれないことはないの。苦しいけど、とりあえずしたいことをすればいいってことだね。そんなありがたいことはないよね。でもそういう時期だったんだなっては納得ですね。変換期ですかね。でも根底からの変換なんで、すごい大変と思います。できるよって。できるよって。でも、どっちの道にいても責めない。自分を責めない。ちょっと先が見えない。またトンネルに入りますけども。また入るんかい。出たと思ったら入るんかいって。大丈夫だそうです。この回だから入ります。頑張ってください。今日も楽しいチャネリングでした。崖を難なく乗り越えてしまうニコさんの最後の試練は、何にもできない自分を受け入れるでした。もう世の中の心理ってほんとよくできてて、にゃんこゾクゾクしちゃうわ。その人に必要なことはちゃんと起こるようになってるから、私たちはただただそれを楽しんだらいいんやなって改めて思ったね。負けん気の強いニコさんやから、きっとこの波も乗り越えていくとにゃんこは思っています。にゃんこは最近は自分が食べたいと思った時に躊躇なくポテトチップスを食べるようにしてて、気づいたら週5でお菓子パーティーをしている自分に気がついてびっくりしたわ。自分の心に従うの知性やで。今日も最後までご視聴ありがとうございました。